今日は一日ですね、愛知県にある構造美に優れた橋を巡りたいと思います。早速なんですけども、愛知県知多郡東浦町にこちらの橋を見てほしいんですね。愛知健康の森公園にある橋なんですけども、フォレストブリッジといって公園の中にある歩道橋となっております。正面にある建物のデザインに橋のアーチが被らないんですよね。橋の存在感もちょっと出しつつでも見せたい景色はちゃんと邪魔しないっていう景観デザインと構造が一体化した設計になってあります。横から見てもらうと分かるんですけども、普通のアーチと違って足元が一本になる形なので、見る角度によって橋のシルエットが全然違って見えるんですね。動きながら見て楽しめる橋のデザインになってます。あちらでございます。潮風橋。見る角度が変わると形が変わって見えるという。さっきはねじれて見えたけど、今度はキュッとしぼんできてみたいな。そうですね、はい、正面から見るとようやく橋のオーラが出てきましたけど、これですね、三元橋って言いまして、弦が3つしかない橋なんですね。もともとドイツの戦前の鉄道用に作られた、三角形だからその分鉄が少なくて済むっていうので導入されたんです、日本に。はい、なんですけど設計の手間がかかるっていうのと、こういう材料がやっぱり特殊になってくるので作るコストまで考えた時にあんまり低コストにならなくて、やっぱり主流にはならなかったんですけど、自分が技師だったら作りたいって思っちゃうよなっていう感じが、このもう一歩進むごとに感覚が変わるんで分かります。特にここは真ん中が高くなっていってるので、余計に景観が変わっていくし、向こうにもこうだんだん広がるようになってるので面白いんですけど、この高さが変わってるのはあえてデザインされてる感じですね。この接合部がボルトじゃなくて溶接なんで、確かにごちゃごちゃしてないのもそのおかげなんだろうなと言われてみると、現場溶接だ。でもこれめちゃくちゃ面倒くさいことしてますね。大変だと思うんで。すごい大変なんじゃないか。言われてみたら思った以上に確かに手間かかってますね。以前の放送で香取さんが加賀にあった綾取橋っていうのを紹介したと思うんですけど、あれも実は三元橋の一種でして、あれは完全に観光地として使われるっていう意味では派手めの三元橋。目の前にバンバン通ってるのが国道1号線ですね。こんだけ交通量あるんで、もう皆さん全然普通にここは交差点見てると思うんですけど、そうですね。でこういうところの交差点って
四角だったりバッテンだったり直線で単調に構成されるのが普通なんですけれども、どうですか、もうなんかこの橋一つたりとも直線がありません。そうですね。全て曲線だけで歩道橋が作られている。横から見た時は普通の歩道橋に見たのに、近づくとどんどん形が変わって見えて、もちろん下には橋脚がないっていうシンプルさと、上見た瞬間なんじゃこりゃっていう不思議な構造をしてる。これが本当に面白い。ここの国道を広げるときに中心部にあるっていうことでシンボルになるような橋を作ってほしいっていうのもあったので、まずここが直進でないことと、もうどっちに行ってもいいんですよ。まっすぐ歩くこともできない、でも斜めにもちゃんと渡れるっていう実用性もあるし、でも一個一個曲がって歩けるので、信号4つ内側にあるのめちゃくちゃ面白い。クロス上だと下は見えないので。そうですね。いや、景色いいですね。もうこの時点でちょっと見てみましょう。お、いいですね。今上から見て分かるようにレンズが2つ合わさった形ですね。でレンズ状なんでレンティキュラーという形でモニュメント的要素のあるデザインで、なおかつ構造的にも美しくって、はい、そして角度が変わると姿が変わって見えるっていう面白い橋の一つ。というわけで豊川市までやってきたわけですけども、はい、豊川市の文化会館の近くにもあって、結構団地も並んでるんで人の多いところにはあるんですけどね、はい、右手に見える橋が最後に見せたかった橋でございます。ちょっと不思議な標識もついていて、ちょっと怪しいなと思ったのが、はい、隙間が空いてるので動きますか？さすが。あとは機械に何か書いて、あ、昇降装置って書いてありますね。はい。っていうことは橋が上下する。そう。普通こう可動橋って港とかですか？そうですね。はい、下を船が通ってこれなんでこっちが文化会館、こっちが市営住宅、はい、何の変哲もないシチュエーションで急にここは橋が上がるんですよ。何のためにこれが上がるんだろうっていう。上がるんでも5トン制限っていうところなんですけども、下をなんか船が通るオーダーじゃない。あ、そうなんですよね。隣の橋は別にそんなことなくて、この橋だけさすがこんなことをしてる。上がる理由がわからないっていう時は逆に上がらなくていい理由を見つけに行けば、これさっき見えた上流側の橋ですね。逆に言うとここまで上げればいい。でも今は上げない。上げない。今日雨も降ってますけど増水した時とかですか？ああ、さすが。
出てすぐ県道が通ってるんで勾配つける余裕もないで、歩道だったら階段で行けるので、あそこは普段はあの高さに揃えて増設とドンって上げに必要がある。今団地だいぶ減らしてしまったんですけど、向こうまでびっしりと道があったんですね。でここにすごい住宅街ができる、向こうには学校があるって考えると、ここを渡って車も出入りしてもらって子どもたちもここで通学してもらうのがやっぱベターだなと。